私のチャンネルへようこそ。今日はクルサカルのアルゴリズムについて話します。はい。クルサカルのアルゴリズムに入る前に、まずスパーニングツリーについて話します。これは簡単な例で見てみましょう。グラフとは頂点とそれらをつなぐ辺の集合です。この例では頂点が4つと辺が5つあります。スパーニングツリーでは元のグラフから作られるサブグラフのことです。このスパーニングツリーを作るときには、いくつかのルールを守る必要があります。一つ目のルールは、すべての頂点がスパーニングツリーに含まれていなければならないということです。二つ目のルールは、サイクルがあってはいけないということです。サイクルがありません。このルールを守ることで、一つのグラフから多くのスパーニングツリーを作ることができます。今、最終線に機器について話しましょう。最終線に機器とは特別なスパーニングツリーのことです。ここでグラフのすべての頂点の含むサイクルがないすべての辺の合計の重みが最小になる。この一つのグラフに分けてとき、たくさんスパーニングツリーがあります。でも、最小線機では、私たちは、今この C ノードから A ノードまで4と、この A ノードから B ノードまで1と、B ノードから D ノードまで2があります。その時、ここは4と1と2だから、7です。その後、この A から B まで1と、A から C まで4と、C から D まで5があるから、1たり4たり5たりは10です。その後 A から C まで4と C から D まで5と D から B まで2だから4たり5たり2たりとき11です。その後 A から C まで4と A から D まで3と A から B まで1があるから4たり3たり1たりは8です。つまり、すべての頂点の最小コストでつなぐスパーニングツリーです。でも、最小線に機は一つのグラフにたくさんのスパーニングツリーがあります。が、最小線機は合計の重みが最小のものです。ここで7だから7です。はい。今、クルスカルのアルゴリスムについて話しましょう。このアルゴリスムでは、常に重みが一番小さい辺のを選びます。最小個数を求めるために、辺の重みを相順に並べます。ここで1、2、3、4、5と周順に並べます。はい。今、A から B まで1項です。だから、これをあります。その後、B から D まで2だから、ここもあります。その後、A から D までつなぐとき、ここでサイクルができます。でも、このスパーニングツリーで、ここではサイクルを作ってはいけません。だから、そのため、この辺はスキップをします。
後で、この A から C にある方をつなぎます。その後 C から D をつなぐとサイクルができます。だから、そのため、この辺はスキップをします。これはクルソカルのアルゴリズムを使うとき、やった最小コストは7です。次に、この例を見てみましょう。ここで5、10、10、10、20、30、25をこのグラフから最小コストをまとめるために辺の重みを周順に並べます。はい。はじめに A から B まで合法があるから、これがあります。その後 A から C まで10あります。これもなった。その後 B から E まで10があります。これもあります。その後 B から E まで10をつなぎます。はい。ここで私たちは全部のノードをつなぎました。はい。その後 C と D。C と D をつなぐとサイクルができます。でも、ここではサイクルを作ってはいけません。だから、そのためにこの辺はスキップをします。はい。その後 C と E。C と E もつなぐときもサイクルがあります。その後 B と D とつなぐときもサイクルができます。だから、そのためにこの辺のスキップをします。これはクルスカルのアルゴリズムを最小して最小線力儀を計算する方法です。ここでこのビデオを終わります。見てくれてありがとうございます。